おはようございます。めぐりかみたちです。今日は旬の黒トリュフを使って美味しいリゾットを作っていきたいと思います。それでは一緒に作っていきましょう。今回使うトリュフは冬のトリュフ、三大珍味にも挙げられる黒トリュフを使います。まずよく洗ってから皮を剥いていきます。よく洗ってから皮を剥かないと皮も使えません。中に結構砂が噛んでますのでよく洗ってそれから皮を剥いていきます。この時包丁を使ってますけどもエコノムなどで剥いてもらっても構わないです。剥いた皮を足にしていきます。もちろん食感が結構硬いので火を入れて使います。今回リゾットを作る時に最初に入れますので足にしてから器に移して置いておきます。今回リゾットに使う材料はシンプルにトリュフ、お米、白ワイン、ブイヨンドボライユ、あとパルメジャーノと少しアクセントにラーコロナータを用意しました。エシャロットをしずれにするためにエプルシェしていきます。この時も乾いている皮、最初の皮は切って芯はつけたままエプルシェしていきます。こうすると後でしずれしやすいです。あと半分に切って細かく縦に切り目を入れてあとはしずれにしていきます。それではリゾットの方火を入れていきたいと思います。鍋にオリーブオイルとバターを入れてまず溶かしていきます。そこに先ほどしずれしたエシャロットを入れて色をつけずにシュエきっちりと火を入れていきます。軽く塩を一つまみしてきっちりと火を入れていきます。ここできっちりと火を入れてやらないと最後までエシャロットのシャクシャクとした食感が残ってしまいます。きっちり火が入ったところでアッシェにしたトリュフの皮を入れて一緒に炒めていきます。トリュフの皮に火が入ったところでリゾット用のお米を入れて油とあえて表面を炒めていきます。お米全体が炒まったところで好みの白ワインを入れます。今回私はシャルドネの品種を使った酸味があってスパイシーではない甘みのない白ワインを使っています。もちろん好みでシャンパンなどを入れても非常に美味しくできます。アルコール分が飛んだらここでブイヨンを入れます。このブイヨンを入れる時のポイントですけどもあまり入れすぎずお米より少し多いぐらいの量を入れてなくなってきたらその都度付け足します。もちろんこのブイヨンですけども熱いブイヨンを入れるのもポイントの一つになります。継ぎ足しながらだいたい14、15分火を入れるとこのようになってきます。ここからは味を見て仕上げていきたいと思います。ここで10度トリュフがあれば入れてもらえればより美味しくなると思います。10度トリュフは最初から入れてしまうと風味が飛んでしまいます。ですので最後の方に入れて味を整えて仕上げていきます。仕上げの段階になってくるとスパチュールとかスプーン、ゴンベラなどは使わずに鍋を振って混ぜていきます。最後にバターを入れてこのように鍋をゆすってモンテオブルバターで濃度をつけていきます。最後仕上げにパルメジャーノラペを入れて仕上げていきます。チーズを入れてからはあまり火を入れると風味が飛んでしまいます。ですのでパルメジャーノチーズなどは一番最後に入れて仕上げていきます。同じように鍋を振ってよく混ぜてリゾットの完成になります。最後もちろん味を見て今回バッチリ味がついているのでこれで完成になります。それでは盛り付けていきたいと思います。温かいお皿に先ほどのリゾットを盛り付けます。
その後このように皿を持ち上げて下から叩いて平らにならして、ここに今回は少しアクセントにラコロナータ、イタリア産の背脂の塩漬けを薄くスライスしたものをのせます。このままほんのりリゾットのあったかさで軽く溶けてきて非常に美味しくなります。最後に主役の黒トリュフを上からラペして完成になります。このラペをするかスライスするか人によって好みが分かれると思いますけども、私個人的にはリゾットのクリーミーな感じとよく混ざるのでラペする方が好きです。最後に黒胡椒の粗くひいたものとフルドゥセルを上からかけてリゾットトリュフノワの完成になります。この旬の黒トリュフを使ったリゾット非常に美味しいのでぜひ作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。